ータ分析の人の話をするとちょっと長くなるよ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。なんか長く話します？あ、これは話したくないやつ。あ、全然いいっすよ。全然いいっすよ。全然いいっすよ。全然。見守ってくれていいだって。よかったよかった。でも俺個人的に、やっぱり音楽方面でもこういうデータ出してくれる人がいるんですよ。はい。アナライズ系の。でもそれってやっぱりそのどんだけそれが大変なことかも分かるし、労力がかかることかも分かるんですけど、最終的な判断部分ってじゃあそれをどう生かすかっていう部分にやっぱ尽きちゃうと思うんですよね。だからなんて言うんだろう、その自分がこうずっと作って貯めてきたデータを、何をこう集計してきたのかとか、どういうものを形作ってきたのかっていうことを話すよりは、そこら辺はまあ単純に間引いといて、こういう使い方ができますっていうパターンを提示してくれる方が刺さったと思うんですよね。ちょっと厳しい言い方すると、いや俺が言い出すともっと厳しいです。あ、怖いでも、一つその、前提として話したいなと思うことは、俺なんならあの人もう一回来てほしいですよ。そうで、やっぱこの俺格ゲーの世界にああいうデータっていうものは、入ってきてほしいなってずっと前から思ってたし、俺が現役じゃなかったらちょっと自分でやってみたいなって思うぐらい興味のあることなんですよ。そう、まず前提として。だからああいった試みは肯定派なんですよ、まずそもそもが。ででこれはそのなんだろう、知ってる人もいるかもしれないけど、俺自身が自分のプレイをそもそもその録画して、いろいろとその俯瞰してみるんではなくて、単純にデータ収集に近い形で見てたっていうのをもうスト4ぐらいからやってるんですよ実は。だから、その細かさとか、物量で言えばもちろんあの人はジェミニーさんかには遠く及ばないんですけど、手作業で俺は俺なりにそういう作業をしてたんですね。スト4ぐらいの時にはもうすでに。でそれでまずじゃあどうすればよかったのかっていう話をすると、例えばさっき今ミーさんが言ったようにそのデータを揃えましただけでは本当にはっきり言うと役に立たなくて、それ自体は。で例えば俺だったらこうプレゼンするっていう一例を挙げると、俺前にももちとマイケルタン、この話しましたっけミートさんに。昨日したかな。ももちとマイケルタンがリーグ戦で7先で当たったことがあったんですよ。でこれケンケンなんですね。でケンケンで俺何を調べたかっていうと、ももちが出した全ての技、波動拳、昇竜拳、中足、前中、投げ、大キック、何でもいいんですけど、とにかく出した技全部数えて、それをマイケルタンでもやったんですよ。で数を数えて、でその上で何をしたかっていうと、その技を出した時に何が起きたかまで一応、計算したんですね。例えばヒットしたのか、ガードしたのか、差し返されたのか、みたいな感じで、その技を出した時に起きた結果もメモったんですよ。でその結果出た答えっていうのがすごい意外な答えだったんですよ。そしたらその主軸で、剣にとっての主軸である中足、前中、波動とかっていう技のマイケルタンとモモチのその出した技の期待値が一緒だったんですよ。ほぼ一緒。これすごい俺にとって発見で、よく一般的にその地上戦がうまいとか、波動の打ち方がうまいとかって言うじゃないですか。でも実際に集計してみたら、いや期待値一緒やんってなったんですよ。つまり波動拳も足払いも同じぐらいうまいんですよ。これはトッププレー同士だからっていうのは前提にあるんだけど、つまりその程度の差しかないんですよ。これちなみにシャオハイと俺の殺意流でもやったんだけど、これも同じぐらいだったんですよ。面白い。一つ一つの技の期待値は変わんなかったの。つまり強い技は誰が使っても強いし、弱い技は誰が使っても弱いんですよ。
っていうことが、これまずこの時点で一つ発見があるじゃないですか。でも結果として、桃地が7対3ぐらいで勝ったんですね。なんでだと思いますって言われたら俺めっちゃ興味引くんですよ。俺は答えを知ってますけど。じゃあ期待値の差は勝敗に関係ない？関係ないんですよ。でも桃地が圧勝したんですよ。なんでだと思います？なんでだろう。それもデータで分かるんですか？いや、だからこれは多分データの集計の仕方にもよると思うんですけど、答えを言っちゃうと、桃地は前に出ながらそれをやってた。マイケルタンは下がりながらそれをやってた。っていう話になるんですよ。だからそれから分かること、これは撮影流でもそうなんですけど、道着スト4の道着の同キャラっていうのはその細かい技術気を使っても大して期待値変わんないから、だったら相手を端に寄せることに意識を割くべきだっていう一旦の結論が出るじゃないですか。ここまで来て意味のある情報なんですよ。なるほどね。ここまで来てようやくなるほどねなんですよ。今俺なるほどねちょっとそうなんですよ。ここまで来てようやくなるほどなんですよ。でだからプレゼンとして完璧だったらいい。だから正直言うとやっぱちょっと本当に言葉を選ばないで言うとレベルが低い。非常にレベルが低い。ただその物量はすごい大したもんだと思うんだけど、それでは役に立たないですよね。で例えばじゃあ今後どういったことをじゃあ調べていったら面白いかっていうと、例えば剣って今運びが強いってされてるじゃないですか。でけどここで俺は例えばジェミニーさんにこういう疑問を持ってほしい。運び強いって言われてるけど本当かなって、その疑問がなかったんですよ、あのデータには。ただ単に起きた出来事を記録しただけなんですよ。じゃなくて、剣の運び強いって言ってるけどこれほんまか。剣って中央でコンボ伸ばしたら結構減るぞ。あえて運ばないでコンボ伸ばした方が実は強いんちゃうかっていう疑問を一回持ってもらって、コンボで運ばない剣と、ダメージ重視の剣とコンボで運ぶ剣を比較してほしいんですよ。で出た結果、端に運んでる剣のが勝ってた。でなぜか端でだいたい平均してこれぐらいのダメージが取れてる。つまり画面端に剣がついてた時っていうのは組み合わせによるけどこれぐらいの期待値が出るんです。だから運んだ方が優秀なんです。でも端に到達しない場合はダメージ優先の方がいいんですっていうことを、そのためのデータでしょって思うんですよ俺。その具体的な数字を知りたいんですよ。例えばマノンでもメダルが集まるの強えって言われてるけど、本当にメダルを重視した方が強いのかとか、ジェイミーは酒何杯ぐらい飲むのが正しいとさ言えるのかとかっていうことを直感じゃなくてデータで示してほしいんですよ。なるほどね。そこまで言ってようやくあなたにお願いしたいになるんですよ。だから多分データっていうのは、結構明確な疑問点とかそういうものが、そのテーマとしてあった時に初めて生きてくるってわけですもんね。そうです。だからそれと両方提示しなきゃいけないわけですよね。こういうテーマがあって、それに対してこのデータが応用できるとか。そうなんです。起きたことをただ並べるだけでダメで、もう一つ言うとですね、これ俺あの場でももしかしたらもう一つプレゼンの方法あったかもしれないなって思ってて、例えば僕、そのデータを集めることに対してすごい熱意があります。でもうこれに時間を使うの全然平気だし楽しいし好きです。ただ僕はこのデータの使い道が分かりません。データを集めることはできます。本当にこれは約束できます。でも、僕は正直このデータの使い方が分かりません。だけど、トッププレイヤーの人たちはもしかしたらこのデータを使って自分の勝率を上げることができるかもしれないんじゃないかと思って今日ここに来ました。もしそう思ってもらえるんだったら僕を取ってくださったら俺すげえ気持ちが動くんですよ。それは取るな。つまりそのちょっと自信ありげだったんですよ彼は。で俺は全然レベル低いよと。だから自信持っちゃダメって。だから、それを伝えるために厳しく言ったんですよ。やってることはいいと思うし熱意も買うし今後も頑張ってほしいし、なんならまた来てほしいけど、でもだからこそ言いたい。めっちゃレベル低いですよって。だから頑張ってほしい。めっちゃウケるぞそれ。っていうふうに俺は思ってました。だからまた来てほしいですねマジで。
俺だったらって考えた時に、例えばもう一個別のプレゼン方法があるとしたら、もうデータ、どういうデータかを説明しなくって、で梅さんとかコグニみたいにやっぱりそのエキスパートがいるんだから、対戦中に今その悩んでることとか問題点とかあったりしませんかっていうのを聞いて、今こういうことに迷ってるんだよねとか、こういうことに疑問を感じてるんだよねっていうものを受けて、それは僕のこの中のデータでこういう説明ができますみたいなプレゼンしてくる人がいたら面白いなと。ああ、そうですよね。今言ってたことの逆視点って感じですね。でも多分だけど、そのデータを活用できるのってトッププレイヤーの視点がないと無理じゃないですか。ただね、いや、俺はやっぱそのデータを生かすも殺すもやっぱもちろん使い手で、でデータにとっての一番の栄養って何かってこれ疑問だと思うんですよね。まず疑問があって、そこで初めてデータって意味が出てくると思ってて、例えばそのなんかちょっとあったのは、そのガイルの CA をなんだっけ3本使った時に勝率がなんか80% とかなんかそんなデータを出してたんですよ。でそれってそれはあんまりいやそれってこれ本当に見方を間違えると危なくて、それ説明がないっていうか、それをじゃあどう解釈するかって話なんだけど、これ答えが出てて、なんで3本使ったら 80% いってんのかっつったら、これ見るまでもなく、それは勝ちが確定するときにゲージ3本入ってるからなんですよ。例えばその削り確定状況の時に CA を使う、そうなると自然と3本使った時のラウンドは勝つことになるじゃないですか。削り確定なんだから、それは統計でも何でもない、統計でも何でもないけど、勝つのが確定してる場面で使うんだから、それは3本使ったラウンドは勝つよね、というよりも3本使ったから勝ったんじゃなくて、勝てる場面で3本使ってるんですよ。だから自然とその3本使った時のラウンドってのは勝率が上がるんですよ。これはそれをなんか逆に考えた時は危なくなっちゃうんですもんね。そうなんですよ。だから、じゃあ3本使えば勝率上がるんだになっちゃうと、これ大間違いなんですよ。これは大間違いなんですよ。だから例えばトリガーの最後の締め、コンボ締め、ダイブソニックまで行ってサマー CA でブルルルドン、はいで終わりましたってなるから、それ異常に3本使った時の勝率が高くなるのはもう当然なんですよね。そこを読みと、すごくこれは簡単なんで本当にすぐに気づけると思うんだけど、でも例えばこういうことを読み取る。でもこれも事実なんですよ。3本使った時って、これこういう理由でどうしてもそのKO の要するにフィニッシュに使うことが多いから勝率高くなってます。でもって考えるとってないと、いや知ってるよって話になって終わっちゃうんですよ。そうだよねって。大体でも世の中の揉め事ってそれですよね。その相関となんだろう、因果がこう逆になるっていうか、それ言い出すと水を飲むと人が死ぬっていうのが成り立っちゃうじゃないですか。そういう危なさめっちゃありますよ。そうなんですよ。水を飲んで人が死ぬわけじゃないのにその相関的にいろんなことがあって水を飲んだ人が死んでるっていうだけなのに、それが間がなくなると水を飲むと人が死ぬってなるっていう。だからね、もうちょっとやっぱね勉強が必要だなと思った。ああいうデータを扱うんだったら、そういうとこまで勉強しないといけないなと思った。まだ今その未開拓なんで、格ゲーに関しては、そこはすごいブルーオーシャンなんでチャンスなんで、ぜひ頑張ってほしいけど、勉強必要だよねって感じでしたね。